ちょっと待ってほしいのだ。今この瞬間、スマホや時計を見てほしいのだ。そこに60という数字が当たり前のように存在しているのだ。1時間は60分、1分は60秒。でもなんで60なのだ？なんで100じゃないのだ？実はこの60には4000年前の古代文明が今も僕たちの生活を支配しているというちょっと怖い話が隠れているのだ。確かに60って不思議ですよね。世の中ほとんど10進数なのに時間だけなんで60なんだろうって思ってました。しかもフランス革命の時に100分制にしようとして失敗した話があるって聞いたんですが、本当ですか？そうなのだ。フランス革命政府は本当に1日を10時間、1時間を100分、1分を100両にしようとしたのだ。でも数年で廃止になったのだ。今日はこの話を通じてなぜ60進法は4000年間も生き残ったのかという深い謎を3段階で掘り下げていくのだ。これは単なる雑学じゃなくて習慣、経済、文化が合理性をいかに打ち負かすかという普遍的な話なのだ。まず第一段階、なぜ60なのかから始めるのだ。時間の60進法のルーツは今から約4000年前、古代バビロニア文明にあるのだ。現在の約周辺に栄えたシュメール、バビロニア人たちは60進法で計算をしていたのだ。彼らが使っていた粘土板の記録が今も残っていて、60という数字が基準になっているのがはっきりわかるのだ。4000年前のバビロニア人が60進法を使っていたのは分かりました。でも先輩、そもそもなんでバビロニア人は60を選んだんですか？10の方が指の数と一致してて自然じゃないですか？そこが面白いのだ。60という数字には特別な性質があるのだ。60は 2.3、4.5、6.10、12.15、20.30で割り切れる。つまり約数が12個もある超便利な数字なのだ。10は 1.2、5.10 の4個しか割り切れない。市場での取引を想像してほしいのだ。60個の穀物を2人で分けると30個ずつ、3年なら20個ずつ、4年なら15個ずつ、5年なら12個ずつ。波数が出ないのだ。これは農業社会での分配に革命的な便利さだったのだ。なるほど。割り切れる数が多いから実用的だったわけですね。でも、それだけじゃなくて天文学とも関係があると聞きました。バビロニアの天文観測とのつながりも教えてもらえますか？鋭いのだ。バビロニア人は天文学も高度に発達させていたのだ。彼らは1年を360日と計算していたのだ。これは実際の365日と少し違うけど、360も60の6倍で非常に割り切れやすい数なのだ。円を360度に分割したのもこの流れなのだ。そして彼らは1日を2回の12時間に分け、その12時間をさらに分割していったのだ。この天文学的な枠組みが後の時間計測システムに受け継がれたのだ。そしてこの60進法はギリシャの数学者、天文学者プトレマイオスに引き継がれ、その後イスラム圏の学者たちがさらに洗練させてヨーロッパへと伝わったのだ。つまり60という数字は4000年かけてバビロニア、ギリシャ、イスラム、ヨーロッパというリレーで今の僕たちのスマホの時計に届いたのだ。歴史のバトンリレーってすごくない？先輩、少し整理させてください。60進法の起源は分かりました。でもそこから1時間60分という現代の形に落ち着くまでにはどんな経緯があったんでしょうか？中世ヨーロッパの時計の話も気になります。中世ヨーロッパでは最初の機械式時計は分や秒を刻む機能がなかったのだ。ただを示すだけだったのだ。14世紀頃から機械式時計が普及し始めた時、職人たちはすでにバビロニア由来の1時間60分割という概念を天文学の書物から知っていたのだ。だから時計を作る時、その単位をそのまま採用したのだ。既存の学術的枠組みに従うという選択が60進法をさらに強固に定着させたのだ。ここで一度分かりやすく整理するのだ。スーパーで60個入りの卵と100個入りの卵、どっちが分けやすいと思う？60個なら2人、3年、4年、5年、6年、誰に分けても波数が出ないのだ。でも100個だと3人に分けると1個余ってしまう。バビロニア人はこの波数が出にくいという実用性を4000年前に発見していたのだ。数学的な天才だよね。なるほど。60の便利さはよくわかりました。でも先輩、それって逆に言えばフランス革命の人たちも60が便利だと分かった上で100分線に変えようとしたわけですよね。なんでそんなことをしたんですか？ここが本当に面白いのだ。フランス革命1789年で革命政府が掲げたのは理性と合理性で旧体制を全て作り直すという壮大な野望だったのだ。彼らは単位計を全て10進法に統一しようとしたのだ。長さはメートル法、重さはグラム、キログラム。これらは今でも世界標準として生き残っている。
そして革命政府は時間も10進法にすべきだと宣言したのだ。1793年から1795年にかけて共和暦と呼ばれる新しいカレンダーを導入したのだ。具体的にはこうなのだ。1日を10時間に分ける。1時間を100分に分ける。1分を100秒に分ける。これで全部が10進法になる。現代の1分は60秒だけど、革命暦では1分が100秒なので、現代の1秒、0.864革命秒という換算になるのだ。これなら計算がシンプルになる。という革命政府の理屈は確かに合理的だったのだ。10進法の時間、確かに計算は楽になりそうですね。今は 4.2 時の方が3時50分より算数っぽい。でも、実際に使う側はどうだったんでしょうか。フランスの人たちは受け入れたんですか？ここから悲劇が始まるのだ。革命政府は1793年に公式に10進法時間を布告したのだ。でも実際には全く普及しなかったのだ。理由は単純で、フランス中にある全ての時計を作り変えなければならないのだ。教会の城も、工場の時計も、家の壁掛け時計も、全部、コストが莫大すぎたのだ。しかも外国との取引では相手が旧来の時間を使っているから換算が必要になる。合理的な新システムが、現実の前では完全に失速したのだ。さらに深刻だったのが、リズムの問題なのだ。人間の体は長年の習慣で、7日に1日休む、サイクルに慣れていたのだ。でも共和暦では1週間が10日になったのだ。つまり休日が7日に1回から10日に1回になってしまったのだ。当然、市民の不満が爆発したのだ。理性の勝利のはずが、人間の身体感覚と習慣という強大な壁にぶつかったのだ。結局1795年にはほぼ事実上廃止され、ナポレオンが正式に旧時間に戻したのだ。私、ちょっと思うんですけど、フランス革命の失敗を聞いて正直、当然じゃないか、と思いました。だって人間って、数学的に正しいかどうかより、慣れてるかどうかの方がずっと大事ですよね。スマホの操作方法だって、わかりやすい UI が普及するより昔からある使い方が生き残ることがあります。合理性だけでは社会は変えられない。って歴史が証明してる気がします。鋭い指摘なのだ。紬が言ったことを経済学の言葉で言い換えると、ネットワーク効果とロックインなのだ。みんなが60進法の時計を使っているから、自分だけ違うシステムを使っても意味がない。全員が同時に変わらない限り、一部だけ変えてもコストだけかかるのだ。これは VHS 対データマックスの規格争いや、QWERTY キーボードが今も使われ続けているのと同じ構造なのだ。一度普及したルールは正しいかどうかに関係なく生き残るという法則なのだ。さて、ここで問いかけなのだ。フランス革命は失敗した。でも、もし今から世界中が一斉に10進法時間に切り替えたらどうなるのだ？実は日本にとってそれがどれだけ大きな影響を与えるか、次で計算してみるのだ。聞いてびっくりすると思うのだ。この話、まだまだ続くのだ。なぜ現代でも時間の単位改革が全く議論されないのか、その理由を日本の視点で深掘りしていくのだ。特に日本の製造業、鉄道、金融が受ける影響は計り知れないのだ。そこには現代版、フランス革命の失敗が隠れているのだ。ここまでの話をざっと振り返るのだ。60進法の起源は4000年前の古代バビロニア文明で、60という数字は約数が12個あって計算しやすかったのだ。それがギリシャ、イスラム、ヨーロッパへと伝わり中世の機械式時計に受け継がれたのだ。そしてフランス革命政府が全部10進法にと時間も変えようとしたけど、コスト、習慣、ネットワーク効果の壁に阻まれて数年で廃止になったのだ。ここからは、じゃあ今の日本はどう影響を受けるのかに進むのだ。では具体的に考えてみるのだ。もし今から1時間100分制に変えるとしたら、日本だけで一体どれくらいのコストがかかるのだろうか。まず時計だけ考えてみるのだ。日本の家庭、職場、公共施設にある時計の総数は推定で3億個以上と言われているのだ。1個平均2000円で買い替えたとすると、それだけで6000億円。これは国家予算の約 0.5% に相当するのだ。6000億円。それって時計の買い替えだけですよね。ソフトウェアの改修や、スケジュール管理システムの変更とか、もっと大変なことがたくさんありますよね。正直、聞いてて気が遠くなってきました。そうなのだ。時計のハードウェアより深刻なのがデジタルシステムなのだ。
世界中のコンピュータはユニックス時間という仕組みで時刻を管理していて、1970年1月1日からの秒数で時間を記録しているのだ。60進法に基づく世界中の OS やアプリを書き直すとなると、IT 業界の試算では数十兆円規模のコストになると言われているのだ。日本の GDP の約に 3% に相当するのだ。これが現代版フランス革命の失敗が繰り返されない理由なのだ。さらに面白い比較をするのだ。アメリカは未だにヤード、ポンド法を使っていて、メートル法への移行は合理的だと分かっていながら何十年も実現していないのだ。1999年には火星探査機マーズ、クライメート、オービターが単位の換算ミス、メートル法とヤード、ポンド法の混用が原因で火星の大気圏に突入して消滅したのだ。それでもアメリカはメートル法に移行しなかったのだ。これが慣習の壁の恐ろしさなのだ。探査機が一つ失われても買えなかった。それって結局、買えるコストが維持するコストを上回っていないからですよね。でも先輩、逆に聞くと、もし将来 AI が全部の計算を代わりにやってくれるようになったら、60進法の不便さはなくなって、変える必要自体もなくなる気がします。そうなりませんか？それはまさに確信をついた問いなのだ。動画の最初でスマホの時計を見てほしいと言ったのを覚えているかのだ。あのスマホこそこの問いの答えを象徴しているのだ。スマホは内部でユニックス時間、秒単位の整数で時刻を管理している。でも画面上は3、45と表示する。つまりもうすでに AI より前のレベルでコンピュータが換算を代わりにやってくれる状態が実現しているのだ。それでも僕たちは60進法の時計を使い続けているのだ。理由はただ一つ、それが当たり前だからなのだ。では最後に僕の率直な見立てを言うのだ。60進法の時間は今後100年は変わらないのだ。理由は3層構造になっているのだ。第1層はハードウェア、インフラコスト、第2層はデジタルシステムの書き直しコスト、そして第3層が最も強力で人間の身体に刻まれた習慣なのだ。フランス革命は第3層だけで敗北した。今は第1、第2層もある。この壁は宇宙人が攻めてきて文明を1回リセットしない限り越えられないのだ。先輩、この話を聞いて、合理性より慣習という視点が面白くて、他のことにも当てはまる気がしました。3ヶ月後、半年後、世界の時間単位は変わってないと思いますが、もし今後、10進法時間推進の動きが出てきたら、また教えてください。ここでみんなに聞いてみたいのだ。もし明日から1時間100分制が導入されたら、あなたは賛成？反対？コメント欄に賛成？反対だけでいいから教えてほしいのだ。そして実は今日の話には続きがあって、なぜ1日は24時間なのか、なぜ1週間は7日間なのか、同じくらい面白い歴史があるのだ。次回そこを掘り下げるのだ。お楽しみに。最後まで見てくれてありがとうなのだ。今日の話をまとめると、